今日はですね CM2 レーシングダッシュモニターモザの製品のレビューをしていこうと思います。こちらの製品はモザより無償提供をしてもらってます。ただ特にお金もらってないので褒めちぎるつもりは全くなくて、思ったことをそのまま、レビューしていって、皆さんのいいねだとかチャンネル登録をしてもらうために頑張って作るという風にやってます。おじさんなので多少製品をもらったぐらいじゃ心はなびかないので、あまり忖度せずに思ったことをそのまま表現してると思います。パッケージに書かれている特徴としては、フレームがアルミ、そして UI をカスタマイズできる5インチのタッチスクリーンを持ってます。1670万色の色を変えれますよ。 LED だとかフラッグライト、そして 1.3GB のクワッドコアプロセッサー搭載で、上下の高さ方向も調整できます。これから開封していきましょう。開封するとまず取扱説明書があって、その後にディスプレイが来ますね。でディスプレイなんですけど、これフィルムが貼られてるんですけど、結構綺麗に貼ってるんですよね。ディスプレイを取り出すと、その後ろ側におそらくアルミだと思うんですけども、土台に固定するための金具がもともと取り付けられています。で底面には RJ ケーブル用のソケットがついています。でこちらのアルミの土台なんですけど、高さ方向を変えることができます。これカチンカチンとやってますけど、これ全体的に素材はアルミですね。なんで裏面すごい質感はいいです。このボルトネジに関してもアルミ製だと思います。はい、側面もアルミ、もう全体的にアルミが使われていて高級感はあると思います。液晶についてもこれフィルムが貼られてるんですけど、結構綺麗に貼ってるんですよね。綺麗だと思いますよ。もうこのまま使っていいです。なので剥がさないようにするのをおすすめします。そして付属品ですね。付属品ですけど、トリセツとレンチ、ネジ2つ、 USB ケーブルと RJ ケーブルです。ネジはモザのホイールベースに直接このダッシュを取り付ける際に使用します。 RJ ケーブルもモザに接続する用のケーブルです。もしユーザーがモザ以外のホイールベースを使っている場合は、この CM2 ダッシュを PC に直接接続することで使用することができる。その時に使うのがこの USB ケーブルになります。この USB ケーブルなんですけど、 USB Type-C、 こちらをダッシュ側に挿します。でこれはモザのホイールベースと接続するためのケーブルですね。先ほどの RJ ケーブルについてはダッシュの底面にコネクタがあるんですけども、 USB ケーブルについては右側面にあります。ダッシュの高さについては4段階で調整することが可能です。手でボルトを緩めて調整できるので難易度としては低いと思います。 CM2 ダッシュなんですけど、互換性どうなんだろうというので見ていこうと思います。私が現在所有しているホイールベースなんですけど、 R3、R5、R9 かな、 R12 で R16 の初期型、 R21 の新型になります。これは R12 ですね。でそれぞれこういうところに穴が開いてます。ただしこの R16 の旧型には穴が開いてません。 R3 にも穴が開いてるし、 R21 にも穴が開いてるし、 R12 にも穴が開いていてつきそうですね。
穴の位置も合いますよ。この穴が開いてるものに関しては、付属のボルトで穴につけることが可能ですね。今このモニターが一番下のに位置してる配置になってるので、モニターを上に上げることはできます。じゃこれは R16 に関しては貼り付けるしかないんですかね。なんか貼り付けるしかなさそうです。貼り付けるしかないかもしれないですね。全部乗ります。現状、モザからもらってるこのサンプル品だと、ここに2つ、現状ここに4つの穴が開いています。これだと、アルミフレームに直接つけようと思ったんですけども、サンプル品については現状小さな穴しか開いてないので、このようにちょうどいい穴がなくてすごい取り付けはしづらいんですけど、製品版では大きな穴を2つ開ける予定らしいので、発売された際には確認してみてください。で、今回のレビューにおいてはアルミフレームの上に載せてるんですけども、両面テープを使用しました。CM2 ダッシュに USB ケーブルを挿した状態で、その USB ケーブルを PC に挿すと、このように電源がついて LED が発光して起動していきます。起動時間としては数十秒といったところでしょうか。そうするとタッチスクリーンだよということでマークが出てきます。上下方向でデザインの変更、左右でそのデザインの中でのパラメーターの変更ができます。他のとこで気になる点ということで言ってましたけど、これが横にピヨンと伸びるのはあまり綺麗なもんじゃないですよね。もしかしたら製品版はアングルのアダプターがここにつけれるようなアングルのアダプターを追加してくれるかもしれません。実際どうなるかわからないです。プリセットだと様々な表示形態あるんですけど、車種によって、そして SIM のソフトによって表示できるものは変わってきます。このブーストとか ABS ないようなものだとかもありますし、マップとかこういう概念がない車もありますね。で、アイレーシングだったらプレッシャーフロントレフトとプレッシャーフロントライトと、これはピットインしないとタイヤの空気圧わからないので、リアルタイムでアイレーシングが変わらなかったり、リアルタイムで変わるような SIM ソフトもあります。で、ダッシュ2、左右にすると同じデザインで 1ページ目、2ページ目と表示することができるんですけど、そうすると、これはなんだ？オイルテンパチャーとか、ウォーターテンパチャーとか、そういうのも表示できるようにすることもできるし、このデザインをベースに、ここの値っていうのを、数値を他のパラメータに変えることもできるはずです。こういうデザインをベースに、もうこの使ってないパラメータを必要なパラメータに変化させていくような方法もあると思いますね。こちら Vision GS ステアリングでダッシュの画面を作成するデモをした際に作成したものですけど、これも出てきましたね。液晶の反応速度はもう見ての通り特に問題ないレベルだと思います。こんな感じ。そんなダッシュをパラパラ変えることはないと思うので、全然これは速い部類に入るんじゃないのかなと思います。レース中、変えると数値が反映されるまでに、コンマ何秒単位でちょっと待たないといけない、ラグは発生すると思うんですけど、それも許容範囲内でしょう。何より画面綺麗なんですよね。画面綺麗だと思います。で、これはちょっと一回今フィルムを一回剥がして貼ってということで貼り直しちゃったんで、ちょっと実はこの辺に気泡が入っちゃったんですけど、購入した状態で
綺麗にフィルムが貼られてるんで、剥がそうとせずにそのまま使った方が個人的にはおすすめです。周りの LED も、CM ダッシュのバージョンが一つ前の旧型のものだと、こういう LED がないんですけど、今回の CM2 に関しては、両端に LED が打たれてるので、ここにフレームがあるんだけども、やぼったい感じはしないですね。旧型のものはこの LED がなくてフレームがこれぐらいの太さがあるので、フレームというか黒いスペース、液晶が映らないスペースがこれだけあるので、ちょっと世代を感じるかもしれないですけど、ここに LED が打たれたことによって、新しいイメージ、古臭いイメージが、減った、なくなったと思います。ダッシュボードなんですが、これは Vision GS ステアリングのダッシュボードの作成方法なんですが、これを見るとですね、こういう様々なパラメータっていうのを入れることはできるんですよ。スピードとか RPM、デルタ、スロットル、もうそれ以外にもありますよ。で、マップがですね、この辺はちょっとね、相当、難しいですよね。時間がある方じゃないと、ここまで手を出そうかなと思えなくなるかもしれないです。こういうスロットルのゲージ、リニアゲージとかいうのも作れますし、こういうマップについても、ACC だったら、アセットコンペティオネだったらサポートしてるみたいで、将来的にはアザーゲーム、他のゲームにも使えるようにしますと書いてはいます。こういうことが、この CM2 ダッシュでもできますよというもんですね。今回は難しすぎるというか大変そうなので、ちょっとまだやれてないんですけど、これ程度だとすぐできました。もうイメージを貼り付けるだけでいいんですけど、これを自分の思い描いたようにかっこいい配置でとなると、それなりに時間がかかると思います。そうすると他の人が作ったパターンをそのまま適用できたらいいんだろうなと思うんだと思うんですよ。そうするとこのインポートとかすると、押すとこういうデザインを入れることができますよ。じゃあそれどこにアップロードされるのかなっていうと、モザがフォーラムを作るようなので、そこからダウンロードすることになると思うんですけど、じゃあどれだけの人がこのモザの専用の、デザインを作ってアップロードするのかなということになると思うから、この CM2 ダッシュがどれだけみんなに行き渡るか、ニーズがあるか変われるかっていうところだと思います。でモザは最近こういうランボルギーニのステアリング、コラボしたステアリングを出してるんですけど、そこにもこういう液晶ディスプレイが使われています。で、そのサイズがですね、4.3 インチです。で、これについてもカスタマイズすることが可能なので、ここで使用されたデザインをここに入れ込むこともできるはずです。ただ、インチ数が異なるので、ちょっと、こういう感じで、合わないかもしれないですね。やっぱ CM2 ダッシュ専用で、デザインする職人が現れてですね、ガンガンデザインしていってくれて、それを使うっていうのが一番幸せなんだと思うんですけど、自分でやるのって結構難しいと思います。好きな人はやればいいと思うんですけど、あまりちょっと怖くて触りたくないんですけど、エディットダッシュボードとかすると、例えばこの ABS の値を変えたかったら、このテキストですね。このテキストをクリックしてやると、もう本当こういう苦手な人にとっては辛いと思うんですが、テレメトリー、これですか？ここからなんかできそうですよね。何入れましょうか。ほんと様々なタイヤテンパチャーリアライトアウターとか、ウォーターテンパチャー、レフトリアタイヤ、オイルプレッシャー、何でも入れることはできますよね。マックスギア、ラップタイム、トラック ID、ブラックフラッグ、
だから何でもあるっちゃあるんですよ。あるっちゃあるんですけど、本当にこだわりたい人も使えますよと。SIM ソフトさえ対応してたら、本当にこだわりたい人も、このベースのデザインを使って、ここの値なんか変えていけますし、この ABS も、この ABS っていう値を、なんですか ?PPP、変えたら PPP になりますし、こんな風に何か目的がある人は頑張ったら好きなパラメータをこの元々のベースをちょっと変えるだけでもできると思います。やっぱりアセットコルサコンペティティオーネについては、一周走れば、ここが出てきましたね。一周走るとこ出てきて、各社の位置情報っていうのがわかるようになりました。で、おそらく、他の SIM ソフトは対応してないんだろうなと思います。まとめなんですけど、このモザの CM2 ダッシュ、今回は、パソコンにこの USB 端子からつなげてたんですけど、モザのオイルベースじゃなくても、結構使えるんじゃないのかなと個人的には思ってます。で、これを使うには、モザの、ソフトであるピットハウスをダウンロードしてインストールする必要があります。で、モザさんは、中国の企業です。モザのホイールベースだと、このようにコネクターがあるので、だから付属のケーブルを差し込んで、モザのホイールベースに、直接挿すこともできます。その時にはモザのピットハウスを起動しておく必要はあります。で、ダッシュパネルについては、既存のこういうデザインを使用して、ここの数値だとかこの文字だけを変えることもできるので、こだわりのパラメータがあるんであれば、比較的早く自分の思ったように作れるんじゃないのかなと思います。そして将来的には、モザがフォーラムでユーザーが作ったこういうダッシュのデザインを公開できるような形にする構想があるようです。ダッシュの質感としては悪くないと思います。基本的にアルミで作られてますし、液晶のドットもすごい細かくって境界は見えないですね。で、発色も綺麗だと思います。いろんな、ダッシュパネルあると思います。フレームが 3D プリンターのようなもので作った、DIY に近いようなものも売られていたり、そうすると、安かったりはすると思いますけど、
これはしっかりと作られているなという印象を抱きますね。でモザのホイールベースの上にボルトを使って乗せることも固定することもできるんですけども、僕が持っているホイールベースだと旧型の R16 にはボルト用のネジ穴がなかったので、それだけはつきませんでした。購入する際は適合表をしっかり確認して、ご自身が持っているホイールベースにしっかり取り付けられるかということも気にされた方がいいと思います。もしこの動画が何かの参考になりましたら、いいね、チャンネル登録していただければ嬉しいです。モザの公式でも買うことはできますんで、そうすると中国から送られてきます。で、ドルで買うことになりますんで、為替とかの計算が強い人はですね、そっちにチャレンジしてもらって、日本で買うのが得なのか、中国の公式サイトから買うのが得なのか、ちょっと計算してもらってですね、もし、中国の公式サイトで買って、保証とかも加味してこっちの方がいいのかなと思うんであればですね、そっちから買っていただくと、僕の貼ったリンクから買っていただくと、僕はちょっとだけ嬉しくなると。買ってもらえたらなと思います。無理して、海外からわざわざ取り寄せる必要はないと思いますけど、もしよければよろしくお願いします。